今回はデュエルマスターズの漫画単行本や、超全集など、コロコロコミック以外の付録カードについてまとめてみました。デュエマの付録といえばコロコロコミックの印象が強いですが、実は様々な媒体で付録カードが収録されています。今回はそんな少し特別なカードたちを紹介していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。まず最初に紹介するのはドギラゴンエントリーです。こちらのカードは漫画版デュエルマスターズ VS5 巻の付録として、革命編第2弾のカードの先行収録カードという形で登場しました。非文明のコスト5の呪文で、シールドを一つ手札に戻すことで、手札からコスト7以下の火のコマンドドラゴンを場に出すことができます。この時、条件さえ満たしていれば進化非進化の制限はないので、デザイナーズコンボとして燃える革命ドギラゴンを場に出せます。この燃える革命ドギラゴンはコスト7のメガコマンドドラゴン、トリプルブレイカーであり、進化なので実質スピードアタッカー、そして何より、革命という能力を持っています。この革命は、自分のシールドの枚数が少ないほど強くなる能力で、このドギラゴンの場合、自分のシールドが2枚以下なら、出た時に次のターンの始めまで負けなくなる効果、シールドが0枚なら攻撃の後にアンタップする効果、つまり無限攻撃が可能になる効果を持っています。ドギラゴンエントリーは使う際に自分のシールドを減らすので、このカードとの相性は抜群だと言えるでしょう。またこの他にも、一時期はドギラゴンより1世代前のデッキ、モルトネクストのデッキに搭載されていたこともあります。このカードは場に出たら基本勝利するパワーカードなのですが、モルトネクストもコスト7のコマンドドラゴンなので、ドギラゴンエントリーの条件を満たしています。こうしてモルトネクストを場に出し、一気に蹂躙することで、圧倒的な攻撃力で相手を押し切ることができます。ちなみにこのコンボですが、後にスクランブルチェンジという、ドギラゴンエントリーが霞むほどのカードが実装されたことで、その居場所を追われることとなりました。これはドギラゴンエントリーが弱いというより、スクランブルチェンジが強すぎた結果です。次に紹介するのはデストルティオーネ。こちらは漫画覇王伝ガチ2巻の付録として収録されました。コスト10のデーモンコマンドで、闇文明のクリーチャー。このカードをデッキから引くときに、他に手札がなければ、相手に見せることで、相手のクリーチャーを破壊することができます。また、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時に、相手は自身の手札を全て捨てなければならなくなります。手札を全て捨てさせるという効果がいかに強力かという話は、皆さんロストソウルやニコルボーラスで経験しているはずです。とはいえ、コスト10とかなり重いのがネックになりますが、当時はいわゆるめくり系のデッキに採用されていました。めくり系のデッキとは、例えばミステリーキューブのような、山札をシャッフルした上で、山札の上から1枚をめくり、そのカードをコストを支払わずに召喚するという、ギャンブル要素の強いカードを使ったデッキです。そのデッキにおいてこのカードのパワーは凄まじく、わずか5コストで相手の手札を全て刈り取りながら、トリプルブレイカーのクリーチャーが場に残ることになります。そこからさらにギャンブルを仕掛けて、勝ちを万全にしてもよし、ここからトリプルブレイカーのパワーで相手を蹂躙してもよし、相手からすれば少しずつ死が近づいてきつつも、手札がないので何もできないという状況、まさに出たら勝ち確というカードでした。ギャンブルデッキ以外にも、闇王ゼイロとのシナジーもあります。このカードは手札から闇のカード3枚と場の闇のクリーチャー3体、それらを生贄に捧げることで、山札の上から4枚を墓地に落とし、その後墓地から闇のクリーチャーをコスト指定なしで場に出せます。デストルティオーネは闇文明のカードなので、闇王ゼイロを使用することでコストを払わずに出せます。この闇王ゼイロも最速で3ターン目には使用でき、安定を求めると4ターン目には唱えることができます。まあこのように速攻性のある前半デスとして活躍し、漫画限定のカードだったこともあり値段も高騰しました。後に再録した際はレアリティがスーパーレアへと変化しました。能力を考えると妥当な変更です。続いて紹介するのはカレーパン貿易リフだかった、デュエルマスターズ超全集エピソード1にて収録されたカードです。非文明のコスト5、パワーは5000と一見すると普通のカード。しかし種族にヒューマノイドとハンターの他に、カレーパンという種族を持っていたり、この時に収録されたカードには特別な要素として、カードにカレーパンの匂いがついていたり、効果もカレーパンに関連したものだったりと、カレーパンのために作られたようなカードになっています。その理由は、主人公である切り札カッタが大のカレーパン好きで、最終決戦でもカレーパンが命運を分ける切り札になったり、
カレーパンを食べたことで仮死状態から命を吹き返したり、中学生編アニメの最初でカレーパンを追いかけ回していたり、とにかくカレーパンにまつわるエピソードが多いからです。肝心の効果ですが、このクリーチャーが攻撃するときに、相手にカレーパン、好きだよなと聞きます。それに対し相手が好きと答えた場合は、2枚ドローでき、それ以外の回答をした場合はパワーが1万プラスされ、追加で相手のシールドを2枚ブレイクすることができるという、ギャグそのものな効果をしています。この攻撃時効果ですが、そもそも好きと答えられても、攻撃時にカードを2枚ドローできる日のクリーチャーとして、一定の活躍を見込むことができます。加えて、もし相手が好き以外の選択肢を提示しても、いきなりこのクリーチャーがトリプルブレイカーに変化して、パワーも1万5000と5コストとしては破格のサイズに、しかもこの選択肢は嫌いと答えることだけでなく、普通や食べたことがない、果ては知らないでも、逆上してトリプルブレイクをかましてくる野蛮そのものな効果です。本人にスピードアタッカーがついていないので、場に出してからすぐに効果を発動するのは難しいですが、それでも攻撃時の能力の高さには目を見張るものがあります。スピードアタッカーを持っていない点についても、霧もみやマーラシなどでいくらかは対策可能です。こんなにふざけた能力ですが、実は使ってみたら強いカードなのかもしれません。続いて紹介するのはグランドフィナーレオニマルエンド。こちらはデュエルマスターズ超全集エピソード2にて収録されました。非文明のコスト7、ヒューマノイド、ハンター、エイリアン。このクリーチャーが場にいる限り、誰もゼニスを召喚できません。ゼニスという種族は、コストが凄まじく重い代わりに、召喚した時に超強力な登場時能力を発動し、ゲームを終わらせる。そんなパワーカードという言葉がよく似合う種族になっています。ですがこのカードはゼニスの召喚を封じるといったもの。召喚した時に発動する登場時効果の発動を防ぎつつ、召喚以外で場に出ても本領を発揮できないゼニスの弱点を、的確についたカードだと言えるでしょう。他にも、このクリーチャーがゼニスとバトルするとき、このクリーチャーのパワーを1万1000上げるという効果も、このクリーチャーの元のパワーが7000なので、攻撃時のパワーはなんと1万8000、ゼニスにパワー1万8000を超えるクリーチャーは6体しかおらず、なおかつこのクリーチャーが登場したエピソード2時代には、2体しか1万8000を超えるクリーチャーはいませんでした。しかもその2体も他のゼニスと比べると、出しやすさや能力などが邪魔をして控えめな性能のため、実質全てのゼニスに対して一方的に打ち勝てるカードとして、ピンポイントではありますが明確な役割を持っていました。続いて紹介するのは爆竜デラックスメカゲンジ。デュエルマスターズ入門デュエマ革命ファイナル完全ガイド。その付録として収録されたカードです。人自然のコスト7のメガコマンドドラゴン革命軍ハムカツ団。革命チェンジ能力を持っていて、非自然のドラゴンが攻撃するとき、手札にあるこのカードと、攻撃しているドラゴンを入れ替え、そのまま攻撃を続行させることができます。こうすることで早い段階から大型クリーチャーを場に出し、相手に対して強烈なプレッシャーをかけることができます。そしてこのクリーチャーの効果ですが、まずダブルブレイカー。これで革命チェンジ効果を駆使しながら早い段階で、相手のシールドを2枚ブレイクすることができるのです。そして登場時に相手のブロッカーを2体選び、それらを破壊することができます。この2体というところが非常に優秀で、相手のブロッカーが複数体並んだ時にこのカードを出して、そのブロッカーたちを一掃して攻撃を通すことができるのです。速攻デッキの天敵はブロッカーであると太鼓から決まっているので、そのブロッカーを除去できるこのカードの存在は大きいと思います。しかも他の大型の革命チェンジ銃と違って、革命チェンジ条件が種族でしかなく、コストは問わないという緩い仕様になっています。他の大型の革命チェンジ銃は、フィニッシャーと呼ばれるような、デッキの核になるエース級のカードであることがほとんどです。しかしこのメカゲンジはそうではなく、どちらかというと、相手の動きを阻害するような、器用な動きをするカードです。そういった潤滑油があってこそ、この手のデッキは輝くのです。ちなみにこのカードが入る余地のあるドギラゴンバスターのデッキは、そもそもドギラゴンバスターがブロッカーを貫通するほどの攻撃性能で、メカゲンジがなくても競り勝ててしまうという、誰も悪くないのにメカゲンジだけが不幸になる現象が生まれました。今回は、サムネにもなっている漫画単行本や、超全集の付録について、小ネタを交えながら紹介してきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。